おはようございます。たかしです。本日は7月19日火曜日、ただいま10時7分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は上髭の陽線となっております。今はこの三角持ち合いの中で動いてまして、結果的にはその上限を目指してきた形ですね。そして今上限タッチからの下落となっておりますので、ここからこのまた下限を目指して下落するのかというところですが、だいぶこの先端の方に近づいてきておりますので、かなり難しくなってくるとは考えてます。ただ値幅的には結構ありますので、この中でトレードすることも可能なんですが、上位足の方向感としては現在はありませんので、上に行っても下に行っても分かりにくいというところで、やはりやりにくいなっていうのが個人的な印象です。現在は少し下落してきております。昨日はこの長い上髭が気になりますね。このまま上抜けそうにも感じるんですけれども、上抜けても一旦騙して戻されるということもありますので、三角持ち合い、上抜けた場合は一旦戻して、その下げ止まりを待ってからのロング、そしてこの高値ですね、この三角持ち合いの支点になる部分、そのあたりを目指して上昇する、そこを狙っていくのがいいと考えます。逆に下落した時もそうです。ここ下抜けた時は一回戻しを待って、上げ止まりを待ってからの下落。そしてこの支点ですね。現在では 155.5 付近。この辺を目指して下落すると考えられますので、下抜けた時は戻しを待ってからの下落を取っていく。で、過去もここそうですけれども、結果的にはヒゲになって戻されてますので、ここの下落っていうのが、騙しで戻されているということになってますので、三角持ち合い、上抜け、下抜けっていうのはその辺を注意するのがいいと思ってます。現在はこの中で動いてますので、この中でのトレードになるとは思うんですけれども、やはりちょっとやりにくいなっていうふうには思います。ただ、ストキャスティクス今高値圏からのデッドクロスをしそうになってきてます。過去のデッドクロス見てますと、ここですね、こことかここのデッドクロスになりますので、やはりここから下落するんだろうなっていうところで、昨日の上昇が強かったので本日押し目買いもたくさん入ってくるとは思いますけれども、それでもやはり今は上位足としてはここから下落するというところで、戻り売りで狙っていく方がいいんじゃないかと考えてます。では4時間足です。一応上昇のターゲットとしてはここの緑の点線 166.942、これがこの高値なんですが、この辺を次目指してくるとは考えてます。今この下落の戻り高値を超えてきたんですよね、昨日。なので、一旦は上目線でこの辺を目指してくるのかなとは考えてるんですね。1時間、4時間ともに今目線は上で、4時間も今上昇トレンドに入りかけているというところで、明確な押しをね、あまりつけていない。こことここではつけてるんですが、もう一つつけてほしいんですけれども、今、一度上昇、下落、上昇。そして次、押しをつけて、この高値を超えてきてくれると、そこから、次、ここ、三角持ち合いの上限を超えてくることになりますので、そこからの押し目買いで169円ぐらいを目指していきたいところなんですが、現在は明確な押しがもう一つ欲しいところですね。で、本日からその押しをつけに行くのかなというところですが、今はこの水色のこの三角持ち合い上限ですね。ここに昨日綺麗にタッチしてそのまま下落しております。本日は調整の下落と見ております。で、このまま三角持ち合い加減、これがそうです。このオレンジのラインがそうなんですが、この辺付近を目指す可能性もあるんですけれども、一旦はこの黄色のボックスですね。この黄色のボックスっていうのはここ7月5日の日足の陰線の高値安値に、引いたものになるんですね。で、昨日そこを上抜けたんですが、結果的にはここね、上髭になってるんですよ。日足で見るとこの部分が上髭です。ですので、昨日の日足に関しては7月5日のこの高値ですね、を抜けられていないんです。実体部分がその、高値の中に収まっていますので、結果的には抜けていないという風に見えますので、やはりここでのまだハラミ足状態にあるんですね。ですので、この次ボックス加減を目指す可能性もありますので、その辺は注意ですね。ただ先ほども言いましたように、一旦ここの戻り高値を抜けてきましたので、一旦の押しをつけての上昇、その上昇がここの昨日の高値を抜けてこれれば、この三角持ち合いを上抜けるでしょうけれども、抜けられなければそこからまた黄色のボックス加減を目指すことになると考えます。現在はね、押しがこの辺ですかね。一旦は 38.2%。これ今2種類のフィボナッチリトレースメントを引いてます。一つは 160.381 という、7月6日の安値ですね。そしてもう一つは 161.827。これが7月12日の安値。そこから昨日の高値まで2本引いておりまして、その、短い方のフィボナッチリトレースメントの 38.2% の 164.5 付近。この辺が一旦の押し目買いポイントになるのかなと見ておりますが、
もしくはもう一つ下ですね、この長い方のフィボナッチリトレースメントの 38.2%。それが164円ぐらいになりますので、164円から164.5円ぐらい、この辺ぐらいまでは押しをつけそうではあります。それがちょうどこのオレンジのトレンドライン付近でもありますので、その辺で押しをつけたところ、そして今 GMMA も上向いてきてますので、ここで下げ止まるような動きを見せればそこからの押し目買いで167円ぐらい、この緑の点線ですね、ここぐらいまでは上昇しそうだとは考えてます。ただその上昇がすぐに戻されてくると、結果的にはこの水色の三角持ち合いの中に実態が終わることになるんですね。日足の実態ですけども、その場合は、上抜け後の騙しという風になりますので、しっかりこの上抜けた後はこの三角持ち合い上限でサポートされるのを確認してからの押し目買いっていうのを狙っていくのがいいと思います。なので本日は一旦の調整の下落を、戻り売りで狙っていくのがいいのかなと思うんですが、どこで反発してくるのかですよね。先ほどのこのオレンジのトレンドラインぐらいで反発しそうな感じはしますが、ここを下抜けるともう一つ下、この紫のラインですね。ここが1時間足の目線切り替えポイントになりますので、163.6 付近。この辺までは下落する可能性があります。で、ここを下抜けるとやはりこの黄色のボックスの下限ぐらいを目指してくるんじゃないかと思ってますので、そうなると162円ぐらいを目指して下落してくるのかなというところですね。今、目線としては、日足も4時間足も1時間足も上で、トレンドとしても1時間足、4時間足ともに上昇トレンドに入りかけている。1時間足は上昇トレンド中、4時間足はまだちょっと GMMA が収束しているので分かりにくいので、このまま下抜ける可能性もあるんですが、一応目線は上というところで、押し目買いを狙っていくのがいいと思ってます。ただ、やはり週足、日足のインジケーターは怪しいと感じてますので、大きく下落するというところも考えておいた方がいいと思いますので、深めの押しが入ってくるだろう前提で押し目買いポイントを探すのがいいかもしれませんね。では1時間足です。今この黄色のボックス、この上限ですね、そこを昨日抜けて、そこが今レジスタンスになって下落してきています。わずかながら戻しをつけましたが、この黄色のボックス上限がレジスタンスになっているのがわかりますよね。で、この、グレーの平行チャンネルなんですが、ちょっと細くて見にくいかもしれませんが、これが今だいたいこの中で動いているんですね。この下2点、ここ、そして、ここですね。このヒゲ先に当ててるんですが、ちょうどこの辺で今反発してきてます。今はその赤のセンターライン、ちょっと見にくいかもしれませんが、このセンターライン付近に来てるんですね。ここを下抜けると、この平行チャンネル、また下限ぐらいまで目指してくると考えられますので、そうなるとそれがね、先ほど4時間足で見てた、このオレンジのトレンドライン付近になりますので、やはりこの辺が意識されるのかなと思いますので、価格ではだいたい164円ぐらい、この辺ぐらいが下げ止まりになるのかなという感じですね。で、昨日はこの三角持ち合い、週末の動画でお話ししてました、小さく三角持ち合いを描いてますねっていうことを言ってて、そこからじりじりと、安値を少しずつ切り上げての最終急騰になっております。そして急騰した時っていうのは次、急落につながりますので、そういう時は注意ですね。急騰した時はそれについていくのじゃなくって、上げ止まるのを待って、ショートを打っていく方が優位性はありますので、そこを狙っていく方がいいとは考えてます。なので、この高値圏での急騰っていうのはその上昇の終わりを示すことも多いですので、その辺は注意が必要ですね。今はその調整の下落中。例えばエリオット波動ですと、ここに1、2、3、4、5波が終わって、今その修正波に入っていると考えると、フィボナッチリトレースメントの 38.2% の 164.466、もしくは、61.8% の 163.458、この辺付近までの下落は考えておいた方がいいと思ってまして、この辺付近の今の下落っていうのはいろいろこのラインが交差するところでもありますので、やはり下落目処としては164円付近なのかなと。で、その辺で反発の兆しがあるようですと、そこからの押し目買いで、先ほど言ってた167円ぐらい、4時間足の緑の点線ぐらいまでを狙っていきたいとは思います。ただ、この辺でサポートされないようですと、もう一段安の黄色のボックス加減っていうところまで下落する可能性もありますので、その辺は注意ですね。イメージとしてはここから反発切り返し、もしくはここで上げ渋るようですともう一段安っていうそんなイメージを描いております。
ただ、やはりクロス円強いのは強いとは思うんですね。昨日の上昇を見てても強いんです。ただ、これはポンドドルの上昇によって上がったものですので、ドル高が来れば今度またポンドドルが下落しますし、そうなるとドル円とドルストレートが逆の動きをしてまた分かりにくい動きになるかもしれません。で、上位足では今方向感がないっていうところですので、買い足で短く取っていくのがいいと思ってますので、この1時間とか4時間とか、それ以下の方がいいと思いますが、その辺の時間足でのトレードをするのがいいんじゃないかと考えております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。